はいどうも、ダウギターチャンネルの山本です。今日はカッティング講座パート5としまして16ビートの単音カッティングをやっていきたいと思います。で、このパート5で終わりにしようかなと思ってたんですが、跳ねたリズムですね。16ビートのシャッフルとかをやってないなと思ったので、パート6までやって終わりにしたいと思います。ですので、あと2回、お付き合いください。それでは、行ってみましょう。はい。では、早速行きたいんですが、新しくね、更新された譜面はまた概要欄に貼っておきますので、ダウンロードをしておいてください。で、1番の開放弦ですね。6弦の開放弦を使った基礎テクニックとなります。で、1番から5番ぐらいまでは、基本のパターンだと思ってください。では、1番の6弦開放とミュートなんですが、人差し指を5弦まで触れておきます。で、6弦は鳴らしますんで、6弦には触れないようにしてください。で、6弦を止めるときは、中指と薬指あたりを使って止めます。ですので、6弦を弾くときは、中指、薬指だけを離します。人差し指は1弦から5弦まで触れておいてください。この状態でピッキングします。で、ブラッシングするときは中指も置いて全体を止めてブラッシングします。で、続けるとこんな感じですね。これがまず最初の基本的なテクニックになります。はい。では2番に行きたいと思うんですが、2番は先ほどの6弦開放の1オクターブ上の5弦7フレットの E の音ですね。で、ここは小指で押さえたり、人差し指で押さえたり、中指で押さえたりと、いろんな指でできると思いますので、いろんな指で試してみてください。で、ここの場合は、常に、全体の弦を触れておきます。僕のフォームとしては、人差し指はだいたい5弦ぐらいまでを触れておいて、あとは、人差し指よりも長い中指や薬指で6弦まで触れておきます。で、中指薬指は全体を止めるときは、この下の方の弦も触れていて結構ですので、全体的に指の腹が弦に触れるようにします。で、音を出したいときですね。に、そこのポジションを押さえられる指を押し込むということになります。で、押し込んでも他の弦は常に触っておきます。で、押し込んだ力で他の弦まで押し込みすぎないように気をつけてください。鳴らすのはあくまでここだけです。ですので、こういう感じですね。人差し指でもやってみましょう。はい。では3番なんですけれども、3番は
5弦の5フレットの D 音から5弦7フレットの、E の音に、ハンマリングを入れるパターンですね。で、ハンマリングやプリング、スライドなんかを入れながらも、余ってる弦ですね。をしっかりミュートしながら弾くテクニックを身につけてください。で、この辺が入るといろんな表現方法や、フレーズが彩りが出ますので、ぜひね、頑張ってやってみてください。で、ここはハンマリングする指は僕は小指を使います。人差し指で5フレットを押さえて、小指で7フレットを叩くというパターンですね。で、周りの弦はしっかりミュートしておきます。ですので、こんな感じになります。しっかりミュートをしながらハンマリングを行ってください。で、僕の場合は、だいたいですね、3フレット間隔を人差し指と小指でハンマリングやプリングすることが多いですので、この辺はね、好みでいいと思うんですが、おすすめは人差し指、小指かなという感じ。ですので、しっかりですね、小指を鍛えてあげるといいと思います。はい。4番はですね、先ほどのハンマリングとは逆で、プリングのパターンになりますね。で、プリングも7フレットから5フレットといった場合は、僕は小指を使ってプリングを行います。で、この時、強い力で引っ張りすぎてしまうと弦を引っ張ってしまいますので、引っ張りすぎないように軽い力で弦を弾いてあげます。こんな感じですね。で、今は割と低音源、先ほどのハンマリングもそうですし、プリングもそうなんですが、低音源の方だけを弾いてますので、ブラッシングもですね、全体で出そうとせずに、低音源側だけでいいと思いますので、この辺を弾いてあげる感覚でいいと思います。で、しっかり余ってる弦をミュートしてあげてください。はい。では、5番はですね、先ほどのハンマリングとプリングを使って少し動きをつけた感じですね。で、基本的にはですね、この辺の音ですと e マイナーペンタトニックや a マイナーペンタトニックという感じの音になりますので、e マイナーや a マイナーのコードの時に使えるフレーズかなと思います。で、やはり動きが入ってきますので、しっかりとですね、指を動かしながらもミュートしてあげる。人差し指の腹と、中指、薬指ぐらいの腹ですね。あたりを、うまくコンビネーションとして使ってあげながら、ミュートをしてあげる。で、確実に鳴らしたい弦のポジションだけを押し込むという感じになります。ですので、これゆっくり弾くとこんな感じですね。こんな感じになります。ゆっくりとしっかりミュートしながら練習してみてください。練習しながら慣れてきたら少しずつテンポを上げてみるといいと思います。
で、これも同じくですね、弾いている弦の近くをブラッシングする感じでいいと思います。あまり全体を弾こうとすると、動きが大きくなりすぎて、もたってしまったりしますので、コンパクトにですね、鳴らしたいポジションの周りをブラッシングする感じでやってあげるといいと思います。はい。ここでちょっとピッキングのお話ししておきますね。ピックが弦に当たる角度のことなんですけれども、3種類、大まかに言うと3種類あって、ちょっとピックが、前側が落ちるような感じですね。頭側、ヘッド側に下がるような角度で当たるのが順アングルと言います。で、弦に対して平行に当たる。こういう感じですかね。これが平行アングルと言います。で、親指を反るような感じで当てる。こういう角度ですね。で、当たるような逆アングルとかもあります。で、それぞれ弾き心地や、音のニュアンスが若干変わるんですが、好みで一番自分が弾きやすいなって思うやつでいいとは思います。で、弾く内容なんかによっても、やっぱり弾き心地は、変わってきますので、僕もですね、弾く内容によって若干アングルは変えたりはしてます。一応今ちょっと3つ適当に変えてみますね。まずはね、順アングルからいきます。次、平行アングルですね。で、逆アングルで弾いてみます。はい。こんな感じでね、ちょっとニュアンスだったり、出てくる音の感じが変わります。ニュアンスってことですね。ニュアンスが変わりますので、あと弾き心地も変わりますんで、自分のね、やりやすいのを見つけてみてください。はい。この辺からですね、実際のでよく使うリズムだったり、ポジションだったりという感じになると思いますので、ぜひですね、頑張ってやってみてください。で、今回は4弦を使って、リズム的にもよくあるパターンかなと思います。このポジションだと a マイナーペンタトニックなんかを意識して、弾く感じになると思います。でですね、鳴らしたり、完全に、給付があったり、ブラッシングがあったりっていう風になります。ですので、しっかりその辺の使い分けですね。と、鳴らす音が基本的にはアクセント的になるように、あまりブラッシングの方に力が入りすぎないように気をつけてください。あまりブラッシングがうるさいとですね、みたいになってしまうので、できればですね、ブラッシングの方は少し軽く力を抜いて、軽い感じで。で、実音の方はしっかりと発音してあげる感じに、してあげた方がいいかなと思います。そうするとこんな感じですかね。みたいな感じです。
い。では7番に行きたいと思います。7番はですね、同じくですね、Am ペンタトニックあたりですね、Am のコードあたりを想定して作ったフレーズなんですが、半音階で動いたり、スケール音を弾いたりというふうに、指の動きが少し難しくなってます。ポイントは、この7フレットから半音で動くところや、ここですね、3弦4フレットのこういうところですね。になります。で、動きがありますので、動いている時もしっかりミュートをするというところに、気を配ってやってみてください。一回ゆっくり弾いてみますね。こんな感じですかね。動きながらもですね、しっかりミュートする指を残してあげてください。はい。では、8番なんですけれども、8番の方はですね、Em のコードを想定して作ったフレーズになります。で、こちらも、動きがあります。スケールに沿って動いたりしますので、その部分のミュートをしながら音を確実に弾いていくというところがポイントになってくると思います。ちょっとゆっくり弾いてみますね。こういう感じですね。スケールで動いてるところもしっかりとミュートをうまくかけてあげたり、あと、しっかり弦を狙ってあげるということですね。あまり余計な弦にピックが当たりすぎないように気をつけて弾きます。
い。では、ラスト9番ですね。こちらは d マイナーコード、もしくは d マイナーペンタトニックなんかを意識して作ったフレーズになります。で、7番とか8番とか、動きのあるフレーズをやってきたんですけれども、しっかりですね、単音カッティングの場合、一応その鳴らしたい音の弦というのをしっかり狙う感覚では弾いてください。ただ、勢いがありますので、どうしても周りの弦を同時に弾く。それが、ブラッシング音だったり、音のね、迫力だったりになると思います。でも、狙ってるのはしっかり、鳴らしたい弦ということになります。9番のフレーズは、ちょっとリズム的にも、16分音符1個分ですね。前にクッて入る、リズムということで少し遊んでみました。この辺もね、リズム的な部分も、訓練としてやってみるといいと思いますので。ではちょっとゆっくり弾いてみます。はい、こんな感じですね。しっかり弦を狙って弾いてあげる。という、感覚ですね。はい、いかがだったでしょうか。今日は、跳ねていない16ビートの単音カッティングということでやってきました。次回は跳ねたバージョンをやりたいんですが、どちらもですね、16ビートのノリというのが非常に大事になってきます。ね、ノリとかグルーブとか、なかなか難しい言葉ではあるんですが、例えばですね、16で弾いてはいるんだけど、ノリが出てないのっていうのはこういう感じですね。これだとやっぱり16のノリっていうのが出てないですよね。16は最初にまずアクセントを入れて、あと少し軽く力を抜いてあげるような感じで、こんな感じがいいと思います。まず基本的なノリとしては。そうですね。すべてが同じ強さではないんですよね。強いところ、弱いところがありますので、これがやはり、ノリやグルーブに影響してくる部分だと思いますので、こういうことを意識しながらカッティングを練習してみてください。それでは、今日はこの辺にしたいと思いますので、ぜひよろしければね、高評価、チャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。